はい、こんにちはに HJ フリックスです。ほぼ1年ぶりですね。去年のグローバルシリーズの紹介動画からほぼ1年。じゃあ今回は新しい子を持ってきました。WL524HJ フリックス、つまり HJ フリックスモデルなんだ。ババーン、いやこんな感じでシグネチャーベースなんだよ。いやすごいじゃない。じゃあ私が今まで、ひたすらヘッドレスベースだけを弾いていたんですよ。でも今回このベースはこんな感じでヘッドありのベースとヘッドレスベースの、差はやっぱりヘッドレスベースがちょっとモダンな感じだったというと、このヘッドありベース、普通のベース、つまり普通のベースはやっぱり、ヴィンテージな感も、加えて皆さんが毎日弾いてるベースの音なんですよ。それをついに HJ フリックスモデルのヘッドありモデル WH524、HJ フリックス、いやちょっと名前長いんだけど、ご了承お願いします。この、ネック材がロースティッドメープル、つまりこのメープルを焼いた、木材です。なんでメープルを、なんかこんな感じでパンみたいに焼くのというと、このメープルの材を焼くことによって特性が良くなるんですよ。音硬くなるし、そして、音的にもなんかもっと鋭い音、そしてたくましい音に変わるんです。そして、補完性も良くなる。そしてかっこいいじゃないですか。なんかパンみたいな、なんかパンケーキみたいな、いるかな。いやちょっと違うか。いやそしてこのボディ材はアルダです。アルダは全世界で一番、使われている、ボディ材です。このアルダと、メープル、実はですね、皆さんも、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、アルダはロチュート指板で、メープルはアッシュ指板、それが、標識じゃないという人がいらっしゃると思います。でもアルダとこのロースティードメープルは私が弾いたところ、これもすごい。このロースティードメープルの指板はエボニ指板にも劣らないほどの、鋭さと強さがあります。だから普通にアルダとエボニ指板の、組み合わせは今まで結構あったんだけど、このロースティードメープル指板にしてもその鋭さと、強さが表現できる、すごい仕様だと思います。じゃあこのコントロールに関しては、前に出た HJ フリックスのシグネチャーベースですね、ヘッドレスベースと同じ。これが、ボリュームと、これがパッシブトン、そしてこれが、ブレンド、ピックアップの、ここかここかを決めるやつ、そしてトレブル、リトル、ベースです。リトル、そしてこのスイッチは、これがアクティブ、パッシブ。アクティブモードとパッシブモードがあるんだけど、このベースもアクティブ、パッシブの、切り替えがこのスイッチでできます。このベースの、秘密兵器、このベースでビームが発射されます。このスイッチをオンすると、あれもう一回。電池切れか。じゃあこんな感じで電池を、電池には問題なさそうな電池なんだけど、でもこれをよく見てください。電池の交換がめっちゃ簡単ですよ。このバッテリーボックスがあるからすごいんじゃないですか。こんな感じで電池の交換が簡単ですよ。これさえ開けといて、電池を抜いて、そして入れ替えて、こんな感じで OK です。だからわざわざネジを、外さなくても電池交換ができるんだよ。そしてビームなんかは搭載されておりません。このスイッチはミュートスイッチです。ミュートスイッチ。じゃあこのミュートスイッチが前に出たシグネチャーモデルにもこのミュートスイッチがついてます。なんか、ライブの時ですね、HJ が溜まってじっとする時、
からこんな感じで、セッションするときですね、やっぱり必要だと思います。この24フレットを仕様にした理由はやっぱり、ソロプレイに、いろんな多様性を加えるためです。そして今も最近、ソロプレイが目当てな人にはやっぱり21フレットちょっと足りないよって感じの人のためにもこの24フレットの、仕様だったら多分、助かると思いますよ。特に私はスラップを毎日やってる、人間なので、このベースもやっぱりスラップする時にはスラップしやすい仕様になってます。この弦の幅さも適当にちょうどいい感じで、あんまり広くないしあんまり狭くないし、スラップにもちょうどいい感じのベースだと思いますよ。そしてこのベースがジャパンチューラップシリーズということで、なんかすごくいい仕上げですね。例えばですね、このフレットのこのところがめっちゃ、柔らかくて引っかかるところが一箇所もない。すごい。多分冬になったら、これが引っかかる可能性もあるんだけど、これラウンディングがめっちゃすごいですよ。全然引っかからない、仕様になってますね。そしてこのナットの深さもすごくいい感じで、初心者の皆さんにも弾き心地がすごくいい感じ。そしていろいろと、どこを見てもなんかこの値段でこのベース売って大丈夫ですかと、なんか聞いてみたいほどの、丁寧さが隅から隅へ詰まっている感じですね。ここにあると、キックがちょっとやりにくくなるんですよ。こんな感じでこれは見せられません。私はこうやってベースが弾きたいです。私はこうやってベースを弾くときが結構多い。このベースも、なかなか、いろんな、コントローラーがあるんで、音作りが多様です。私が普通にレコーディングするときはこんな感じ、チェンブセンターですね。これを、回してみると、この真ん中がかかるところがあるんですよ。これが一旦センターということで、こうやってもうベースをレコーディングしたりもうするんですけどね。そしてたまにソロプレイをするときはですね、これをこの、ブリッジピックアップだけ使う。そしてなんかファンキーなプレーとか必要な時はこのレッグピックアップだけですね。そしてなんか本当に柔らかい音が必要なところはこのパッシブトンだけを全部下げという感じで、アクティブモードだけどこのパッシブトンはいけますから。
そして次はこのイコライザーの方を説明いたします。じゃあ前回こうやってトレブルをいっぱい上げて弾くとバンドの人にうるさいって言われるからちょっと気をつけて。そして次はこのベースをあんまり上げすぎると近所迷惑になるから気をつけてください。そしてこのミドルは、これがセンターといったら音がというわけで、ぜひこの WL524、HD フリックスモデル、ぜひこのベースを、買ってくださいよ、じゃあそしてこんな感じでサインもあるからね、じゃあ後でライブで、サインが欲しい人は、もう別にサインもしてくれるから、ぜひこのベースよろしくお願いします。じゃあそれでは、HD フリックスでした。